こんにちは、しょい、どうも、山ももです。よいよいよい。本日は、一人暮らしの我が家のお部屋紹介本棚ツアーでございます。漫画がね、大好きなので、漫画を集めるのが趣味です。そんな私の趣味丸出しの本棚を皆様にご紹介していこうかなと思いますので、私もこの漫画好きとか、あ、この漫画おすすめだよとかがあったらぜひぜひコメントで教えてください。それでは、やっていきましょう。一応本棚は、ここと、はい、こちらにある2つでございます。じゃあまずこっち、かなりジャンプ率が高いこちらの本棚からご紹介していきます。はい、銀玉のコーナーでございます。本当私は漫画の中で一番銀玉が好きです。銀玉もね、本当に大好きなお話ばっかりなんやけど、歌舞伎町四天王編が一番大好きです。ルルルールルルー。歌舞伎町四天王編はね、オープニングの桃源郷エイリアン、そしてエンディングのサムライハート。もうこの時点で神やん。銀玉はギャグの部分も面白いし、シリアスなお話は結構なんかね、学ぶことが多い。だからね、本当に笑えるし、涙するし、仲間の大切さ知れるしって本当に大好きな漫画です。お次はこちら、ワンピースでございます。85巻ぐらいで話が止まっているんですけれども、ワンピースはもう高校時代にドハマりした漫画です。で、ワンピースはさ、好きなキャラがマジで定まらへんっていうか決められへん一人に、ゾロとローとエースが好きなよね。なんか大人になるにつれてサンジかっこいいなって思うようになった。みんなワンピース何編が好き？私ウォーターセブンからのシーピン9編が一番好きかもしれない。でもワンピースはマジで決められへん。アラバスタ編も面白いしさ、なんだかんだ私さ、あっこが好きなよね。このグランドライン入る前ぐらいのさ、その辺もめっちゃ好きなんやけど、いいね。ちょっと待って、ワンピース読み返したくなってきた。ちょっとどうする？一番下に見えますのがこちら、ブリーチですね。ブリーチは私の中学時代、もう中二病心をグイングインくすぐられた。なん挽回って、なん残白刀ってもう中二心をグイングインくすぐってくる。未だにやっぱり挽回とか残白刀への憧れはすごいんですけれども、ブリーチは平子と弓近が好き。11番隊がとにかく好き。かっこいいよね。はい、そしてその隣、約束のネバーランドですね。ちょっと9巻までしか持ってなくって、実質私ね、6巻ぐらいまでしかまだ読んでないんよね。ちょっとね、早く先読めよって話なんやけど、なんだかんだいつも後回しにしちゃってまだ読めてないんですけれども、これジャンプなんていう感じやった、最初の感想は。だけど本当に引き込まれていく世界観でね、どうなんのっていう展開がマジで面白いので、もう全部おすすめなんやけど、漫画もう本当に気になった方は読んでとしか言いようがないです。で、お次、永遠の消防隊。3巻までしか買ってないんやけど、なんか永遠の消防隊って聞いたことはあったけど、漫画を買ったのが最近で、最初のページ見た瞬間に、待って、この絵柄なんか見たことあると思ったら、ソウルイーターの先生やったんかーいと思って、ちょっと早く先書いたいなって思ってます。はい、それでは、お次、こちらパパパパーン。青のエクソシストが入っております。全漫画のキャラクターの中で一番島くんが好きやった時代があって、今は銀さんが一番好きなんやけど、もう高校から大学ぐらいにかけてほんと島くんがこの世の何よりもナンバーワンで好きやって、もう青役もね、ほんと中二心をくすぐる栄唱とか唱えちゃう感じ。もうやだやだ、私も唱えたくなるもん。島くん好きにはたまらないシーン、不条編の割り切れたらほんま楽なんになーっていうあのシーンがもう島くんやっぱかっこいいな。はい、そしてこちらヒロアカでございますね。もう一巻で泣くね。デクくん頑張れって本当に思う。ダメでもこう頑張って諦めずに努力することの大切さみたいなのを本当に学びます、デクくんからね。で、轟くんがこっちにおるんやけど、ヒロアカは轟くんが一番好きかな。お父さんとのさ、あれでなんか吹っ切れるシーンみたいな、ほんまにかっこいい。もうマジでかっこいい。眼福。はい、そしてお次、こちらの段。まず奥がですね、ハンターハンターですね。クラピカ、キルはヒソカが好き。富樫さんの絵ってなんか惹かれるよね、めちゃめちゃ。そしてブラッククローバー、魔法を使う系のね漫画が本当に大好きなんやけど、マギもブラッククローバーのね、もう主人公のアスタがね、もう何があってもほんまに諦めへんのよ。なんかもう感動する。いつもアスタの頑張りを見てたら私も頑張ろうって思えるから、仲間の大切さを本当に教えてくれる漫画です。黒の防御のメンバーほんまにマジでみんな好きなんやけどさ、
一番はヤミさんですね。ノエルも可愛いし、ミモザも可愛いし、ブラッククローバーのね女キャラマジでみんな可愛いしいい子、本当に面白いです。ワールドトリガー、キャラ多すぎてみんなの名前覚えてない私まだ。パートリもね何巻ぐらい、3巻ぐらいからね爆発的に面白くなっていく気がする。チーム組んで戦い出していくところらへんからバンバン面白くなっていくから、本当に面白いですね。はい、出ました、鬼滅の刃、イエーイ。戦闘シーンのなんか緊迫感みたいなのもすっごい伝わってきて、なんかね世界にめっちゃ入り込んじゃった鬼滅の刃はアニメで見た方がいいよっていう声も結構多いから、ちょっとアニメも見ます。鬼滅の刃の女の子のキャラクターみんな可愛いよね。はい、そしてこちら7つの大罪。7つの大罪はね、その仲間の大切さプラス恋愛も絡んでくるんやけど、そのカップリングがもうみんな可愛い。敵やった人が味方になるパターン大好物なんですけれども入ってますんで、敵やったやつが味方になるのが好きな方は本当におすすめ。7つの大罪で、この後ろがこんな感じになっておりまして、呪術廻戦、主人公がね結構大胆なんですけれども、いや呪術廻戦も面白いですね。で、地獄楽2巻までしか買ってなくってね、まだ知識が浅はかすぎるにわか勢なんですけれども、本当に絵が綺麗。これからもっと集めていきたいと思っている漫画でございます。で、スパイファミリー、結構ギャグが多い、ほのぼのしてます。なんか家族の温かみみたいなのもあるから、ぜひチェックしてほしい漫画です。こちらの本棚以上でございます。それではお次、こちらの本棚に移ります。まずここから紹介します。はい、チートラです。絵がね可愛いよね。まずで、話もめちゃめちゃ引き込まれる世界観で、いろいろと伏線回収するからめっちゃ面白い。一回全部読み切ってからまた一から読んだらちょっとね見方が変わったりするから、全て見終わった後また一から見てほしい作品です。めちゃめちゃ面白い。はい、で少女漫画です。高根の蘭さん、主人公もその相手役の子も2人とももうなんかピュアピュアすぎて幸せに結婚してくれって思う漫画です村田真由先生のゾーンですね。また明日、主人公がねちょっと女の子してないんやけどバーリ可愛い、ギュンギュンする、胸がギュンギュンする。そしてハニーレモンソーダももうギュンギュンするよね。この2人も本当に尊いです。で、ニン恋、こちら神様はじめましたを書いている鈴木ジュリエッタ先生の最新作で、まず絵柄が大好き。鈴木ジュリエッタ先生の絵柄が大好き。ちょっとファンタジーが入っている素敵な作品です。もう忍者なんやけど女の子が本当に可愛いです。で、お嬢と番犬くん、これはとにかく絵が綺麗。マジで絵が綺麗で、自爆少年花子くんです。で、どんどん話がね結構重くなっていきつつも、この花子くんのね裏側を知っていけるのが本当に楽しみで、お次こちら、はい、月下国記伝でございます。まだ薬とか医療技術とかが全然普及してない世の中で、この子がバンバン治療していっちゃうよみたいな話ですね。で、これは日プのねファンブックです。はい、お次こちら、カードキャプターさくら。もう漫画では登場しないんやけど本当にメイリンが好きです。七ノ井くんと恋の病、もうこれもねピュアピュア系の少女漫画です。あつ森くんのお嫁さん見て、もう本当にね可愛いよこの2人も。途中からねバカになるんやけど、もうバカなところが愛おしくなります。参りました先輩、本当にね先輩がかっこいいので、ときめきたいって方におすすめの少女漫画です。で、この後ろが、これも結構ファンタジーなお話なので、あやかしかける人間系の少女漫画やけど、ドキドキハラハラする展開、ただの少女漫画じゃないなって思うレベルの面白さです。こちら、いたずらなキスです。もう絵柄が可愛い。もうことこが本当にね可愛い、応援したくなる女の子です。もうド直球なんよね。この2人の関係性が本当にもうラブ。この時代のファッションとか好きな方はね本当にドツボ、めちゃめちゃ可愛いよ。もうぜひぜひ見てほしい作品です。で、こちらヒロイン失格先生君主あたしのです。幸田桃子先生の作品本当に面白い。少女漫画で一番好きな男の子キャラランキング1位がひろみつくんです。ひろみつくんが本当にかっこいい。ヒロイン失格も面白いし、先生君主も面白いし、私のもね面白かった。はい、獣事変少年漫画ですね。もののけ系、そしてビースターズ、もうね引き込まれる世界観すぎるね。肉食動物と草食動物が同じ世界で学校とかに通っているっていう話で、とにかくレゴシが本当にかっこ
こいいよ、主人公のレゴシ。いやマジでルイ先輩もかっこいいから。ビースターズはガチでゴリ押しの漫画です。衝撃走った最初読んだ時で、この裏に神様はじめましたです。先ほど任恋の時にご紹介した鈴木ジュリエッタ先生の作品です。あやかしと人間のお話なんやけど、めちゃめちゃ面白い少女漫画なので、本当に一番おすすめしたい少女漫画です。で、今手元にないんやけど実家にある漫画で、学園アリスも大好き。あれも少女漫画やけど仲間の大切さみたいなあるからね、ちょっとほんまに今手元にないんやけど、学園アリスもファンタジー系のお話が好きな方にめちゃめちゃ推したい漫画です。ちょっと学アリマジで持ってこよ、こっちに読みたくなってきた。で、はい、殺戮の天使です。霧雨が降る森も持ってます。霧雨はね、フリーゲームでやった一回。霧雨はがっつりホラーゲームやから、ちょっとホラー要素もあるので、ホラーの耐性ない方にはおすすめせえへんけど、ホラー全然いけるよって人にはおすすめ。で、アクタージュです。演劇のお話です。与那城圭がやばい。与那城圭の演技力が半端ない。私はこのアクタージュで演劇系の漫画を初めて読んだんやけど、いやほんまに独特な世界観でめちゃめちゃ面白いです。読めば読むほどなんかハマっていく感じ。はい、ときめきトゥナイト。ドツボやから、この絵柄マジで可愛い。で、もちろん話もめちゃめちゃ面白いからね。これは女の子がなんか人間じゃないよね。人間じゃない女の子が人間の男の子に恋するみたいなお話なんですけれども、面白いです。そしてハガレンです。ハガレンも友達に漫画貸してもらって読んでたんやけど、もうハガレンもめちゃめちゃ面白いやん。漫画を買ったもののまだ一回もね買ってからは読めてないので、話がだいぶ曖昧です。だからちょっとね、時間ができたらハガレンも読みたいなと思っております。はい、後日でございます。喋りすぎて若干喉が枯れ気味になったので、日をまたいでね、動画を回しております。続き、やっていきましょう。それではこちら、薬屋の独り言。これは視聴者さんに教えてもらって読んだんやけど、むちゃむちゃハマりました。中世の宮中で下働きをする少女、マオマオ。宮中とかのね、お話ですが、この時代にまだ病気のこととか解明されてないから、このマオマオがね、解決してったりするんやけど、謎解き要素もあってめちゃめちゃ面白いです。お次、ダンジョン飯。これめちゃめちゃ面白い。なんかダンジョン飯って何と思って古本屋さんで一巻を買ってみたところ、もうドハマりしました。まあご飯系の話なのね。私もともとこう飯テロ系の漫画って全然興味がなかったんやけど、これでハマったところはあります。なんかストーリーとしての話もしっかり面白いし、出てくるねご飯が意外と美味しそうで続きをいつも心待ちにしている漫画でございます。はい、極主不動。なんかクスッと笑える要素がたくさん入ってて、ギャグ線がめちゃめちゃ高い漫画です。恋するムーンドッグ、店頭に並んでて絵柄がめちゃめちゃ綺麗やなと思って買いました。少女漫画ですね。保護した犬がイケメンに変身わーみたいなお話です。出ました、デビルズライン。前回ね漫画紹介した時にはなかった漫画なんやけど、一回全部読んでからもうずっと集めたいなって思ってた漫画で、やっと購入しました。デビルズラインは吸血鬼系のお話です。話がめちゃめちゃ面白いね。安西さんがバリバリにかっこいい。ほんと途中でね、まさかみたいな展開が結構入ってるので、興奮するシーンがかなり多いです。なんか知らんけど冬に読みたくなるよね、デビルズラインって。この後ろが、はい、黒羊です。ダークファンタジーっていう感じがするけど、絵柄が綺麗なのと、私なんか中世みたいな雰囲気が好きなんやけど、いやもうどんどんね、この世界観に引き込まれていきます。何度読み返しても面白い漫画ですね、黒羊。シエルタンが大好きです。結構最近最新刊が出たので、またしばらく待たないといけないですね。何々編みたいなのがね、いろいろあったりするんやけど、もうどの話も面白いから、黒羊ってよく聞くけど、結局まだ漫画読めてないなって方はね、ぜひ見てほしい。ドラえもん、がっつり古本なんでね、ハゲハゲしているとこもあるんですけれども、大人になってドラえもんを読むと感銘を受けることが多い。ドラえもんとかのび太くんのセリフとかにね、大人になって読むとまた違った視点で見れるので面白いです。まったく君ってやつはいつもドラえもんの後ろが終わりのセラフ。これね、なんか試し読みで3巻ぐらいまで読んで、うわめっちゃおもろい漫画欲しいと思って古本屋さんで手に入れてきたんですけれども、
まだねちょっと読めてないよね。3巻から先進んでないから、ちょっと早く時間を見つけて読もうと思ってます。そしてテンスラ、これもね漫画しか私は読んでないんですけれども、いやテンスラを読んでから異世界系にハマっちゃって、異世界系転生系にハマっちゃって、結構転生系の漫画を最近好んで読んでます。なんかスライムが主人公でどうやって話展開していくんやろうって思って、テンスラって聞いてたけど全然手を出してなかった作品で、でもね読むとめちゃめちゃ面白くてビビった、ドハマりしている漫画でございます。でこちらが名探偵コナンです。とにかく本当に面白い。やっぱ探偵系はね、誰が犯人なんだろうとか、こんな不可能犯罪でどうやったんやろうとか、引き込まれる要素が多いんやけど、なんかもうそれぞれのキャラが本当にね魅力的で、読めば読むほど知れば知るほどどんどんコナン君の世界に引き込まれていくし、映画の話しか知らない人やったから話理解できるようになりたと思って原作買ったけど、原作の話の流れ分かった上で映画とか見たりするとより一層楽しめるから、最近はコナン君のアニメ公式チャンネルもできたから、それでねちょっとずつ見てって、どんどんコナン君の沼に一緒にハマっていきましょう。はい、というわけでこちらの本棚以上でございます。でちょっともう本棚に入りきってない分をこのベッドの下に入れてます。るろうに剣心ですね。歴史系は幕末から明治にかけてがね一番好きなんですけれども、やっぱねこういう剣使うの好き、私剣使って戦う系の話好き。ドラえもんの映画シリーズの漫画ですね。ほんまに全部欲しいんやけどさ、ちょっと飛び飛びなんよね。で、アオハライド、王道系の少女漫画ですね。なんか恋愛も素敵やけどさ、みんなが仲良くなっていく感じも見ててすごい楽しかった。アオハライドで、ドラえもん入りきってない分と、ドクタースランプあられちゃんです。あられちゃんもねちょっと17巻だけないんやけど、なんかちょっと昔の漫画もさ違った面白さがあって読んでてすごい新鮮で、めちゃめちゃ本当に楽しんで読める漫画です。あとはねキャラが可愛いし、もう愛すべきバカみたいなキャラが多すぎてみんな本当に愛おしいですね。いやピチピチピッチ懐かしすぎ、もうピチピチピッチごっこを幼少期にしてたぐらいドハマりした漫画で、漫画ってかアニメもめっちゃ見てたから、やっぱ面白かったね、改めて読むと。で幽遊白書、ドラえもんここにもあったわ。幽遊白書大好きです。本当に大好きです。昔幼稚園とかね行くぐらい、朝の8時ぐらいに幽遊白書やってなかった？私は本当に比叡が大好きですね。いやもうほんまに幽遊白書も死ぬまでに絶対一回読んだ方がいい漫画やと私は思ってますね。ちょっとあかん、待って、幽遊白書読みたくなってきた。幽遊白書読みたくなってきたな。スザクを倒すところらへんも好きやけど、ユキナさんを助け出すシーンも好きです。そっからのね暗黒武術会編がもうドキドキワクワクが止まらんよね。幽遊白書は常に読み返したくなる漫画です。はい、というわけで現在我が家にある漫画紹介でした。結構私は現実的な話よりもぶっ飛んだようなファンタジー系の話が好きなので、そういう系の漫画でおすすめがあったらぜひぜひ教えてください。漫画好きの方ぜひぜひコメント欄で語っちゃってください。そのコメントを見て私もニヤニヤするからさ、ぜひぜひたくさんコメント待ってます。今日も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録はもちろん Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いいたします。それじゃあみんなバイバーイ。